今回はタミヤさんのエポキシパテで口パーツを作ってみたいと思います。以前ラムちゃんのヘッドを作った時は樹脂粘土を使ってこんなような口パーツを作ったんですね。使いやすくて安くて取り扱いがしやすいんですけども、乾燥すると形がですね変わったり大きさが結構縮んだりするので、こういったところにはめたりするとちょっとバランスが悪くなったりとかするんですね。多分ディーラーさんはこういうタミヤのエポキシパテとかちゃんとしたものを使ってやってるであろうと思われるので、それを想像してですね作るんですけども、このエポキシパテはですね主材と硬化剤っていう2つの素材が入っていて、これを混ぜて作っていくんですけど、でこれをですね同量取り分けます。このぐらいでいいですかね。途中足りなくなっても嫌なので少しですね多めに、余ったらもったいないですけどちょっと途中で追加するの嫌いなんで少し多めにですね使います。これをですね混ぜていきます。ではですね2つの粘土を混ぜていくんですけど、これをよく混ぜないと硬化不良を起こすそうなんで混ぜます。でこの粘土をですね混ぜる時に伸ばしてこう2つ折りにしてですねこういう感じで2つ折りにしてこう混ぜていくと、この混ぜ残りっていうんですか、きちんとこう混ざるので、この混ぜ方がいいですね。こうやって2つにやってかわいい感じ。この状態だと硬化するまで1時間ぐらい時間があるんで、ゆっくり作業はできます。このパテ使う時はすごく手がベトベトするんで、今一応メイク済みのヘッドっていうのもありますし、メイク前のヘッドでもベタつきがついちゃうたりすると嫌だと思うので、ラップで一応包んであります。ここのところにですね口を持ってくんですけども、このままですとソフビに張り付いてしまうので、メンタムがいいって言われてるんですけど、リップクリームをですねその表面に塗ってあげるといいらしいんですね。でそのメンタムがちょっとなかったんで、ちょっとお嫁さんの使い古しのやつを使うんですけど、この接着する面にですねメンタムをべっとり塗ります。このですねこの顎の中、パテがつきそうな部分ですね、ここにべったり塗ってあげます。これを口の中にセットしていくんですけど、ちょっとだけですね形を整えて、本当はこれ30分ぐらいするともう少し硬くなるんで、それで入れた方がいいのかな。大丈夫かな、まあいいか。ちょっとこれでこんな感じで入れてあげます。じゃあ次どうするかというと、取れちゃう。次はこの口の空洞を作るんですけど、これはですね水で濡らした綿棒を用意して、何でもいいと思うんですけど、こういう感じで中に穴を開けていきます。後で削ってもいいと思うんですけど、どれくらい開ければいいのかっていうのはですねこのキャラによって違うので何とも言えないんですが、固まった後にですね削れるので、そんなにシビアに考えなくてもいいんじゃないかなと。はい、結構欲張ってですね口の中を開けてみました。でこの空洞の中に今度ベロとかですね歯を入れていくので、これでですねまた6時間ぐらい効果を待とうと思います。6時間経過してカチカチに固まりました。リップクリームが塗ってあるんで、
ソフビとですねくっついてないんで、こんな感じでペロンと取れます。リップクリームがベトベトなんでちょっと拭きます。こういうような口パーツができるんですね。でここにまたベロとかを作っていくんですけど、前回はこういう感じで牙をつけたんで、それも合わせてやってみましょうか。で適量をまた練ります。パテが混ざったらこの状態で形を作るとちょっと作りにくいんですね。これ柔らかくてこうベタベタするんで、30分ぐらい経過するともう少し硬くなって造形しやすくなるので、ちょっと30分放置します。で忘れないようにこんな感じでタイマーをセットしてきました。30分経ったのでだいぶ固まってきました。あとベタつきも少なくなってますね。じゃあこれでですね、下の形を作っていくんですけど、適量をとってでここにセットするんですけども、このままセットしてしまうとパテ同士がくっついてしまうので、先ほどのリップクリームをここにまた塗っちゃいます。ちょっとここにいっぱいついてるんでこれ使っちゃいますね。こんな感じで一回セットしてみて見てみるとどうでしょうか。ちょっと大きいかな。ちょっと大きいですね。ベロの大きさは好みなので何度か試してみてちょうどいい大きさ。これもまだ大きいですね。このぐらいがちょうどいいでしょうか。はい。であと残りのパテでとりあえず牙を作ってみますね。牙はですね、またこれでですね6時間硬化させます。はい、こちらも6時間経って硬化したので、これをですねちょっとやするぐらいでいいかなと思うんですが、綺麗にしてラッカー系のカラーとかがいいと思うんですけど、ちょっと持ってないのでアクリル絵の具でですね色を塗って仕上げてみたいと思います。綺麗に加工して一応こんな感じですね。ブルタックで仮止めしてるんでちょっと位置ずれちゃうんですけど、中身こんな感じで、かなり適当ではあるんですが、ここの牙は後で瞬間接着剤でつければいいかなと思ってます。なのでこれでですねアクリル絵の具で一度色を塗ってですね、もう一回仮組みしてみたいと思います。
かなり雑なんですけど、こんな感じですね。製品で売るとしたらちょっとこれ難ありなんですけど、もう少しですね綺麗にやればいいかなっていうところはあります。はい、でこれをセットしてアイもセットしてみたいと思います。はい、完成しました。前歯がないので下から見るとちょっと違和感あるんですけど、こんな感じですね。元の樹脂粘土から比べると結構綺麗に仕上がってますよね。この樹脂粘土の方はヤスリがけしてないんで汚いっていうのと、表面が結構デコボコしてるんで色塗ってもこうザラザラ感が残っちゃうんですよね。エポキシパテの方は表面ヤスリで削れば綺麗にできますし、こういう尖った造形とかもめんどくさいんですけどもやろうと思えばできるんで、こんな感じのクオリティの高いものができると思います。ということで今回はエポキシパテで口のパーツを作ってみました。また他にもいろんなパーツ作れると思うんで、思いついたらですね動画にしていこうと思いますので、お楽しみにお待ちいただければと思います。では今回も動画をご視聴くださいまして誠にありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。ではまたね。バイバーイ。